エンター。こんにちは、入口です。今日の授業は N5 の文法、好きです、嫌いです。入り口日本語を見るときに守ってほしい3つの約束があります。まず1つ目、必ず自分の言葉にしてください。とにかく1つだけ覚える。自分の言葉にしたその1つだけをとにかく覚えましょう。覚えるときに状況を考えることです。覚えるときは動作を使ったり状況を考えて覚える。この3つです。好きです、嫌いです。実はこの文法めっちゃ難しいです。教科書だと私は何々が好きです。私は何々が嫌いです。すごく簡単です。でも実際の日本人はこの喋り方をしないです。皆さんも気づいてますよね。例えば、どんな映画が好きですかと聞かれたときに、私は恋愛映画が好きです。このような答え方をする日本人はほとんどいないです。リアルな日本人の回答の仕方は、どんな映画が好きですか？どんな映画まず、めっちゃいろんなジャンル見んだけど、まあでもやっぱアクションが好きかな。なんか一番映画見たって感じするし。という感じがリアルだと思います。私は何々が好きですというような言い方はしません。これが本当の日常会話です。好き、嫌いを言うときにとても大事なのは語尾です。この語尾でニュアンスを変えるというのがすごく難しいので、日本人のような言い方をするのは難しいです。例えば、どんな映画が好きですかと聞かれた時の答え方はたくさんあります。語尾だけでニュアンスをたくさん変えられます。アクションが好きかな。俺アクション好きなんだよね。でもなんだかんだ言ってアクションが一番好きかも。結局アクション映画が一番好きなんだよね。教科書の勉強だと、好きの前の副詞、とても好きです。少し好きです。こっちでニュアンスを変えるイメージだと思うんですけど、実際の日本人はどちらかというと、後ろ語尾でニュアンスを変えています。めっちゃ好きです。めっちゃ好きなんだよね。めっちゃ好きだわ。これは語尾によって全部ニュアンスが違います。嫌いの時ももちろん好きと同じで、私はホラー映画が嫌いです。このような言い方を日本人はしません。ホラー映画無理なんだよね。ホラーだけは無理なの。このように語尾を変えるし、あと、嫌いではなく嫌や無理という言葉を使う人も多いです。このように好きと嫌いを日本人っぽく言うのはめっちゃ難しいです。語尾は本当にたくさんあるんですけど、今回は代表的ななんだよねという語尾について説明します。俺結構アクション映画が好きなんだよね。ちょっとホラーとか怖い系の映画は嫌いなんだよね。このなんだよねっていう語尾のニュアンス難しいですよね。嫌いです。嫌いなんです。嫌いなんですよ。嫌いなんですよね。という感じで、いろんな要素が入っております。このなんですよね。なんだよね。簡単に言うと婉曲表現です。直接好きとか嫌いっていう言い方を日本人は避けます。別に好きとか嫌いとかはっきり言えって思うんですけど、でも日本人はあまり直接言うのが好きじゃないんです。だから婉曲表現、遠回りな表現、直接ではなく遠回りな婉曲表現を使います。それがなんだよね、なんですよねを日本人がよく使う理由です。私はホラーが嫌いなんだよ。嫌いな理由があるんだよ。だって怖いから、私は怖いのが苦手だからっていう、感情的なことと、なんだよねで最後のねによって、私はホラーが嫌いなんだけど、分かってくれますかみたいな感じです。この語尾を解説するのってすごい難しいんですけど、なんだよねにはそういう意味が含まれていて、でもやっぱりまとめると婉曲表現を使いたいから日本人はこういう風に言います。はい、今日のまとめです。語尾が大事。日本人は直接言いません。婉曲表現をします。日本人の好き嫌いを聞き取るときは語尾まで意識して聞いてみてください。別にあなたが好きか嫌いか言うときははっきり言えばいいんです。好きです、嫌いですって。
でも、もし日本人っぽく話したいのなら、語尾を変えて、ニュアンスを変えることを楽しんでください。ちょっと難しかったかもしれないですけど、今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター